夏場でもおでんは。こっちの方はね、冬場と違って出方は違いますけど、やっぱりなかったお客さんないぐらいいますからね。惣菜は何種類ぐらい作られてるんですか？10種類ぐらいかな。メニューは一切決まってないんで、その日その日大体決まったのは付け合わせのスパゲッティぐらいですかね。こちらはアジですか？アジ。
これも前で採れたナスビですから。周りがね農家の人多いでしょ。結構野菜くれるんですよ。くれるもの何でもいただきますと言ってもらうから。一皿60円ですか、はい、小鉢が。前は50円だって10円あげたら食べるものはないから。かみさんのです。愛媛の方からもよく買いに来るんですよ。
売り場はだいたい100リッターで満タン使うんですけどね。多い時で1日うどん何杯ぐらい出てたんですか？ああ、それは1000人は行きましたよ。途中でメニューなしになりましたから、うどんピークの時はそんな時が多かったな。まあだったら半分がラーメンになってますからね。釜揚げとかぶっかけのぬくいやつとかね、これは濃い口です。これはおりません、使います。一度出汁を取った。そうです。だからお客さんに提供するのはほんまパック代だけ100円程度でね、お出汁に使ったやつですよいうことで出してますからね。オーブンで焼いてカリカリにして佃煮したらすごい食感になるんですよね。これだけの商品が出ます。16種類か、でも20種類ぐらいかな。メニューの数がもうすごい多いなって思ったんですけど、もう徐々にね、もともと私洋食と中華の出やからメニューもそういう調理物がうちセルフなんですけど調理物がほとんど出るんですよ。この大きかった包丁がこの小さいなるんですよ。このぐらいあったかな、高さもこのぐらいあったかな。30年使うとったから。初めてね。だから27年前、三豊市の美濃町で一番最初始めたんですけど、その後1年半ぐらいにここにお店を出して、今はもうここだけでやってます。店長さんと2人でずっともう、もう親といるより長いもんね。もう20数年前はセルフっていうのをお客様にまず覚えてもらうっていうのがすごく大変だった。お客さんに自分で持って行ってくださいって言うとすごく怒られました。なんで持っていかなくちゃいけないんだ。なのでそれが最初は大変でしたけどね。
お店の看板メニューになるものを何か作らないといけないっていうのが店長の考えだったんで、そこでもうオリジナルのわがままうどんと、あともうホルモンうどんと、きっかけはもう津山さんのB 級グルメの、そう向こうは焼きやから、うちは焼かないやつをちょっと作ってみようかなっていうのが始まり、これ始めて10これ年。なるかな。もう持たないといけないし、やっぱり調理に手間もかかるから、スタッフの人数もかかるんで大変なんだけど、やっぱ差をつけていくにはやっぱこういうものを作らないと、でお客さんに飽きられないようにするために。これはホルモンを今入ってます。もう冬場だったらこれダントツでこれが出るわけですね。これは牛すじうどんでね、牛すじの煮込みにするんです。この分のだしをラーメンに使えるんです。炒めた方がさっきの水分が飛んでるとまろやかになるんです。お腹熱い分、これちっちゃいバージョン。巻きと半熟卵です。おはようございます。ナスビとね、鶏天です。
わがままうどんとホルモンうどん、もしくはラーメンでしたら一番はもうホルモンラーメンになりますね。ここに載ってないメニュー、お客さんが作るメニューっていうのもあるんで、自分たちの食べたいメニューをここで言ってくれるんですよ。できる限りのことはして出してあげる。種類はたくさんあるかと思います。なんでお惣菜があるかっていうと、基本的にうどんとおむすびとかお寿司って炭水化物の組み合わせじゃないですか。で、香川県で高血圧が多かったり糖尿病が多かったり、毎日食べるものだから、少しでも体にバランスのいいものをとってほしいっていうのでお惣菜とかを増やして今出ますけど。はい、今日です。はい。お出しになりますのでね。どうぞ。はい、お待たせしました。はい、どうぞ。ホルモンラーメンも大。はい、ホルモンラーメン大ね。大な。はい、お持ちしますのでね、お会計の方お願いします。ホルモンだ。はい、どうぞ。はい。さあ現在のこちらは東京在来の様子なんです。肉うどんですか。肉の2玉。肉小。肉小ですか。はい。はい、これが肉大です。肉の小です。はい。肉小わがまま中。はい、肉小わがまま中です。ここで待ってね。ちょっと待ってね。レジの方にはい。ピアノショート。これ冷やし中華。ないです。レジで。あとかけそば大。冷やし中華のショー。ピリ辛のショー。あとピリ辛ショー。かけのショー。ショー。
はい、700円。はい、これもいいぞ。はい。ピリ辛ここで待って。こちらピリ辛です。はい、わがままのこちら。ありがとうね。はい、ピリ辛。ピリ辛うどんはどちらかな。はい、ありがとう。はい、あと3名さんな。はい。オムライスのお味はいかがですか？はい、ぶっかけ冷や塩です。はいな。のでね、こちらがぶっかけ塩です。はい、あと1名さんな。はい、いらっしゃい。はい、ぶっかけ冷や塩です。ホルモンうどん中いきます。はい、ホルモン中な。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ごめん。はい、お待たせしました。ピリ辛のショートッピングでピリ辛ショーホルモントッピングピリ辛中であとピリ辛中はい。白かったどうぞで大丈夫いきますね。はい。はい、こちら中になります。ピリ辛の中のちょっと辛め。これとこれの組み合わせが最高。ピリ辛のちょっと辛めとチキンが週に10回これ食べる。週に10回ですか？これ以外食べたことない。夏でも冬でも。もう一個ぶっかけ冷や中なはい、ごめんなさい、ぶっかけの方お待たせね。もうできるけ待ってね。はい、お待たせ。ピリ辛大です。そばな。はい。はい、熱いですよ。ね。醤油ラーメン小はい。わがまま中です。はい。醤油ラーメンの、ごめんなさい。はい、お待たせ。小です。こちらかけ中になります。今日は2人とも何を頼まれたんですか？かけうどん。トマトボール。うどんのお味はいかがですか？最高ですね。味噌バターラーメンの
味噌バターラーメン大はい。醤油ラーメンのはい。醤油ではい、味噌バターと醤油ね。お願いします。またネギなし。いいなしな。はい。はい。どうぞ大根ね。これはネギありな。ネギあり。はい、どうも。お店はよく来られるんですか？そうですね。今日頼まれたのは何になるんですか？味噌バターラーメンです。ラーメンが多いですね。ホルモンラーメンとか。うどん屋さんでラーメン食べれるのってなかなかないじゃないですか。はい、いらっしゃいませ。はい。はい、こちら醤油。はい。はい、お待たせ。はい。はい、お待たせです。はいどうぞ。ぶっかけのさ、はい、あ、ぶっかけ醤冷やで。みんなで。ぶっかけ醤冷たい。冷たいの。ぶっかけ冷や醤。お願いします。天ぷら2つ入りますね。お願いします。2週に1回か2回は寄りますね。好きなメニューがあるんで今はちょっと暑いんでぶっかけが多いですね。冬場になるとちょっと辛いのが欲しい、ピリ辛みたいなそういうのが欲しいんでよくそれ頼みます。うどんのお味はいかがですか？おいしいですよ。お父さんの肉ちょっとお待ちくださいね。ありがとう。赤いた頼みますそこ。はい、お待たせ中になりますのでね、肉中。ありがとう。はい熱いですよ。はい、どうぞ。肉ですか？はい。ありがとう。はい、お待たせ肉そうです。下へ置きますね。はい、お待たせざるだいね。お待たせしました。卵つきいきましょうか。はいはい。お母さん、ラーメン行こうか。はい、行きます。最初の方、はい、お待たせ。はい、行けますはい、よ。行きますよ。2つ。2個入りのかな、1個入り。はいはい。はい、いらっしゃいませ。はい、お待たせ、肉中ね。
冷やかけ大ね。はい、ありがとう。はい、お待たせしました。冷やかけ大ね。はい。おでんは何を取られたの？筋と天ぷら。もうこればっかり。昼から暑いけんな。ちょっと力つけないから。お店にはよく来られるんですか？こっちの方仕事来た時は、ここが一番多いかな。店員さんもハキハキそうで早いし。何しようかね。はい、ありがとう。ちょっとベッドですで、じゃがいもと玉ねぎを炒めて、それからまた3日、7日目に全部仕上がってて。その当時はもう朝4時半に出てきて夜が11時過ぎぐらいまで仕事しちゃった。その間に団子を丸めたりしてね。昔は湧き水を汲みに行きよったんですよ。ポリタン持ってね。見たらきついです。おいくつなんですか73か4どっちか忘れた。病欠で休んだこと一度もないし、ここでおる時も股関節が痛ってギブス巻いて仕事してましたよ。もともとはまかないから始まったメニューにはなるんですけど、きつねうどんも食べたい、わかめうどんも食べたい、で肉うどんも食べたいし、月見も食べたい、でその時にも全部乗せてしまえというので出来上がったメニューにはなります。だからわがまま。そうそう、わがままなやつやなと言われて作ったメニューが。お待たせしました。はい、どうぞ。僕の倍3倍は作るね。だからもう家族揃って来れるように店長と私はお店をうどん屋のファミレスにしたいと思ってて、日曜日はもういろんなものを準備しないと全く足りなくなります。そうですよね。オムライスもチャーハンもあって。そう、子供向けにと思って作ったんだけど、結局食べてるのは男の人の方が多いです私の実家がもともと建設会社で、私も家で建設会社の手伝いやってトラック乗ったり大工さんと一緒に木材加工したりとかやってたんですよ。飲食店っていう商売自体をやったことがなかったので、本当に今の店長さんとかもう今働いてるスタッフと会わなければ多分絶対ここまでやってこれなかったと思う。本当に人には恵まれてきたんじゃないかなとは思います。子供さんからお年寄りまで来れるようなお店にしたいね。やっと
地元にも馴染めてね、受け入れてもらってお客様もついてきているので、今まで通り味を落とさないようにこのまま続けていければいいなとは思ってます。もともとのモットーはうどんを売るよりも気持ちを売るっていうのをモットーにやってます。これからもやり続けます。うわようよう晴れてきたね。そうですね。
何年もやられてる。これ今卵焼きあれをやったらご飯だから。ケチャップと赤いやつ。赤いやつ。短い箸ちょうだい。ごめん。牛丼普通2つやろ。うん。言っちゃった。
配達は遠いんですか？いや、近くですね。あ、そうなんですね。この工業団地、そこ、これとこっちの新田区にある。はい、ありがとうございます。ここは焼肉弁当800円大盛りで、お店の方は行列なんでお弁当でことってあります。美味しいよね、美味しいよ。まだ一つも食ってないのに。4枚ぐらい切ったことになるかな。全部そんなになんか。お腹空いてるから少しでも早く。
まだご飯2ついる。はい、焼肉。焼肉丼うまかったよ。うん。だけどなあ、何ようけやったらよう食べんわ。ありがとう、またな。ヘルちゃん、後ろにまたカツ丼ができた。
ですよ。お願いします。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、できました。はい、カツ丼、ミニカツ丼ね。オープン。はい。イエーイ。美味しそうや。失礼します。キラ牛丼のナムです。うわ。何色ですか？はい、エリちゃんです。そっちかな。帰るシーンとか帰っていった方がいい。下処理しなければずっと、これとも水ね、だから農作
A セットの焼き飯小が1つ、鶏そばの塩、A セットチャーシューの小2つ、牛もつの並盛りを2つ。これからすぐお持ちします。何からあ移動したやつニンニクなしでお待ちください。美味しいですよ。こってりして。こってりぶち焼け。いつもここ行列だからね。味玉なんですよ。
たいと思います。全部300玉以上は1日で履けれるぐらいの。作業なんで見栄えせんでしょ
で勝負したいっていう新鮮なね、雰囲気で言ったら小腸なんだけど一番お客さんに受け入れられてる感じかなとは思う。